世界初という形になるかと思います。社長さんですよね。はい、そんな立派なもんではないんですが、すごい商品を今開発されてるっていう聞いたんですけれども、ぜひとも紹介していただけないかなと思って。はい、わかりました。こちらの方ですよね。そうです。フレッジという名前をフレッジ、はい、つけたんですけども、元来モーターっていうのはすごく熱を持ちます。はい、熱を持った時に、大きな問題がある場所が2つあって、はい、1つは、センサー、はい、でセンサーっていうのはネオジムのマグネットの S と N を常に検出してる、はい、これがきっちり位置情報が検出できないとスロットルを握った時に、はい、回ったりブレーキかけたりできないんですが、でもともと私どもセンサーの会社でございますので、はい、ブラシレスのモーターを作る時もできるだけセンサーの精度を高めると、はい、信号の精度を高めるということで、それが BS であったりアジャイルであったりで、非常にスムーズなモーターだとご評価いただいてたんですが、そこのセンサー部分も熱を持つと、はい、もちろんこの熱の範囲ではちゃんと検出するという範囲なんですが、はい、それでも微妙にズレが出てくる、はい、だからできるだけ冷やしてやった方がいい。でもう一つがコイルの部分っていうのは電気流れてるんですが、はい、熱を持つと抵抗が上がるんですね、抵抗が上がると電気が流れにくくなるので、はい、ユーザーとしては同じスピードで走らそうと思うと無意識の間に元握ってしまったりとか、そうするとさらに発熱して、はい、みたいなことで、いわゆるバッテリーも性能がいいのでね、はい、止まるとかいうことはないかとは思います。走行時間が短くなることはそんなに心配しなくてもいいんですが、本来の走りとはちょっと違う風になってしまうっていうのはどうしてもあって、でこれはもうちょっと致し方ない部分もあって、皆さんここにファンをつけて、はい、外からちょっとでも冷やそうと。そうですね、でうちの BS とアジャイルは、中にファンをつけて回してたんですね、これまで。はい、でそれももちろん空気の流れができるので効果はあるんですが、残念ながらモーターの長さがある程度決まっているので、扇風機のようなファンは、つまり強い風を起こすようなファンはなかなかできないというのと、この場所で回してるので、はい、センサーはこっちなので、そういう意味では、構造上風が流れにくいということで、もっと、リアルにモーターを冷やすことでモーターの本来の性能をきっちりと出すものを作れないということで、ということはモーターを全部一から作り直すと。じゃあもう完全にゼロからの設計ということですよね。そうです、まずファンなしのモーターを発売、発売時期は同時に売ってます。で結果的にそういう構造を全部見直したことで、皆さんがすごく気にされてるトルクと回転を両立できるようなモーターがちょっとできそうだなっていうようなことが出てきて、なんか聞いてる限りだとめちゃくちゃ良さそうなものなんですよね。かなりいいものになってると思いますね。こちら側の放熱は特殊な合金で、特殊な合金を使ってるんです。そうなんです。これはもうできるだけ熱を外に出すと。でこういう細かいまた穴を開けることで、より放熱特性を上げるというものです。あと実は我々のところにも多いのが、この ABC の接触不良で見た目は分かりにくいんですが、結果的にはモーターがロックしたのと同じ状態になってしまって、アンプが止まるというケースが非常に多いので、ここは直接ハンダ付けしていただかなくていいような形にもしたっていうですね。でもこれオスコネクタをさせていただくという形にしてます。よりユーザーフレンドリーな形ですよね。そうですね。できるだけ壊れにくいように。なるほど。でこちらがそのファンをつけた魔法のファンがついてるんですよね。そうなんです。ここがファンなんですね。なのでこのエンドベルの種類も違いますので、全く別の形で、もしこれをお買い上げいただいた方は、うちで別売するファンをつけて、ここに後ほどつけていただきます。ここに簡単につけようになるんですね。そうです。このエンドベルだけ外して、専用のこのエンドベル形ちょっと違うので、この部分丸ごとボコッと取ってこっちにつけるっていうことですね。これとこれをつけていただく。でこれはそういう意味では見た目で分かりやすい世界初という形になるかと思いますね。いろんな合金だとかそういうのもね。そうですね。これは発売時期はまだ年内には
あ、もうそんな早いんですか？出す予定にしてます。で、皆さん心配されてるのが、これどこ挿すのっていう。で、うちのアンプをお使いいただいている方は、すでにレイストームって言って、アンプ用のファンを、こういうコネクタに挿す場所がされているので、一応それに関しては、二股のコードも発売します。他社のアンプでそれをやられた場合は、電圧が落ちちゃうので、ファンがきっちり回らないんですね。だからやっぱり電圧を維持するためには、うちのアンプをお使いいただくか、ないしはレシーバーから電源取っていただくと思われる。そうですよね。革新的構造次世代ブラシレスモーター、もう名前がいいですよね。名前がいいですか。こんな感じですね。後ろが風が入って、こう出ていくと、熱い風が熱い。中の内部の温まった風が出ていく。残念ながらね、ここで風を起こしても、ここで髪の毛なびるほどは風出ないんですけどね、それはちょっとなかなか無理なんですが、これまでのものに比べると、やっぱり相当モーターをしっかりと冷やしてくれるので、フィーリングはすごく良くなると思うんですよね。あと、このアンプ、これもね、まだ言えない、大きなことは言えないんですが、めっちゃ電気の流れるアンプになると思います。電気の流れ良くなる。トップスピードとかレスポンスとかもものすごく変わると思います。要は抵抗値を徹底的に減らしたっていう形で、おそらくこの MT はちょっとこの業界では入手できるところはないと思いますので。何をです？その部品をね。これは来年ぐらい。これもそうですね、来年ぐらいになるかな。現行のジャービスの上位機種になりますので。じゃあ、併売という形になります？WX。ありがとうございます。ありがとうございました。よく聞いてください。詳しいから。いやー、社長が饒舌だもんでね、もう聞き入っちゃいましたよ。もう声が出なくて今。あ、本当ですか。喋りすぎじゃないですか、社長。ちょっと控えさせていただきます。笑ってるよ。ありがとうございます。